は。こんにちは。切るときに紹介した、途中も紹介してるか、前回どこまでやったか覚えてないんですけど、1950年49か50忘れちゃったはい、大丈夫じゃないですか、ね、のシューボックス、はい、フォード、ビジネスクーペ、これも前回言ってるな、クラブクーペっていう呼び方なのか、屋根の短いやつね、言ってみれば、ビジネスクーペです。とりあえずざーっと回ってください。はい。前回どこまでできてたかな。でも柱はできてたっけ。どうでしたかね。今回主にポイントにしたのが、この、コーターウィンド形状。はい。で、コーターウィンドの長さを変えないで、曲率を変えてる。曲率って、ここの角度ですね。はい。で、ちょっと手荒なんだけど、ここ12箇所ぐらい切ってるのかな。細かいですね。多分ちょっと待って、分かりやすくは、元の向こうだね。はい。こんな感じですね。元のコーターウィンド形態が。はい。これかなりすごい変わってるんで。ちょっとこっちも合わせても、こことこっちの感じちょっと見せてもらっても大丈夫ですか。もうちょっとこう。なんていうんですか。これがこの丸みがだいぶシュッとなってる感じ。そうですね。の方がこれ一目瞭然なんで、はい、柱のスラント角の変化と、ルーフおよびガラスの形態変化、はいです。はい。で、もうここまで潰しちゃうと、これをつけることは不可能になるんで、ちょっと今回一回トライなんですけど、真鍮を作ってみました。こんな感じかな。でこれを、クロームかけて、モールとして、モールのダミーかな、言ってみれば、それでやろうと思ってます。これはパイプなんですか。真鍮無垢。無垢。無垢。でちょっと今取り付け方をどうしようかなと思ってるんだけど、多分フランジから裏からビス固定でなんとかなるんじゃないかなと思ってます。
はいまあ無垢にビス打つのは厳しいんだけど、はい。長さが規制されちゃうんで、裏がすぐガラスだから、そうですね。出っ張りがないようにつけないといけないんで。そう大変そうですね。取り付けもちょっと考えないと。これはでも新しい試みですね。そうだね。ただチョップトップの場合は、はい。特にこの辺がすごく形態変わってくる確率が高いんで、はい。モールを作ることができたらいろんな面で有利になると。はい。で、一回やってみようかなと思ってはいやってみました。あとはなんだろう。あとは何ですか。あとは何だろう。どうでしょうね。あとは何ですかね。あとはどうだろう。はい。まあ、今後のどうですかね。もうガラス。ガラスはもうかたどってあって、はい。自分で切断するとはい。体に悪いので、ガラス屋さんに今依頼してます。はい。と言っても、シューボックスというかこの年式の場合は、リアガラス以外は、オール平面ガラスなんで、はい。まあ正確な形さえ作れれば、大した問題にはならないとはい。思われます。はい、合わせガラスですかね。フロントが合わせで、はい。本来は、サイドも合わせなんだけど、はい。三角窓、ドアガラス、クォーターウィンドウは強化ガラスで、強化で、はい。作ることにします。はい、予定ということですね。はい、じゃあまあ平面をリアはリアはストックだからストックですね。リアはそうですね。はい。じゃあリアは元々のやつを作ってこいつが元の、ガラスウィンドウで、はい。まあほぼ上向いてるんで、このタイプのチョップの難しいとこなんだけど、こう立ってるものがここまで寝るんで、角度、屋根に対する角度が全然合わなくなると。で、こういう石灰、周辺のパネルを起こしてボディと結合されるっていうことかな。巻き込んでくる形が合わないんで立ち上げるっていう形ですかね。多分前回撮った時におそらくこの辺からこのパネルかな、これがついてなかったんじゃないかな、欠損状態だって。まあそこが最も難しいんで、はい。一応なんとか成り立ってると思うんで、はい、はい。ですぐらいですかね。もうぐらいですか。今日短めのこれですね。その作業はあれなんですけど、これも分かりやすいです。これとこれがこうなってるわけですよね。これが多分そうだね。まあ比較で言うとこんな感じ。でこれいっぱいこっち側切ったのはこのカーブのきついのを緩くしてるって感じですよね。そうだね。ちょっとそのドリップっていうんですかね、ルーフドリップごとなんで大変そうですね。この大変です。このパネルでここの角度を変えていったわけですよね。これは後でつけたんじゃなくてこういうカットの感じですよね。これ内部構造も絡むんで、はい。そうですか。難しいんですけど、はい。見えないですけど、はい。骨ごと全部
このギリギリまで切っちゃいあ、ます。骨ってそういう裏骨ごと、はいはいはい、それでその時点でこっからここまでが、ストックのと同じ状態でつながってると。はい、そこを、ストレッチャーかけてって、あ、はい、こうなってるものをこう緩やかにっていうことですよね、でなんでこんなに切ってあるかっていうと、どうしても、こうカクカクカクってはい、角が出やすいんで、はい初め俺5箇所切ったのかな。もうちょっと最初は少なかったわけですね、はい、でもこれやたら切りたい人は誰もいないんで、5箇所切って伸ばしてみて、なんか、スムーズな曲線はちょっと難しいなと思って、はい、じゃあ倍切ってみようかなと思って倍切って10になって、はい、最後微調整やなんかのためにまた2回ぐらい切って、はい、だから12ぐらい切断されてると思います。はい、ちょっとそこが今回切断の多い、もう基本的にはでも、なるべく切断が少ないようにやってある感じはまあ、ただ受けますね、僕の印象としては、はい、必要、ここは必要とあるとせざるを得ないね。はい、あとはここがどうしても、このタイプだと鋭利な形になっちゃうんだけど、ここはとんがっちゃう、言ってみれば。はい、そいつを半円形のプレート作って、若干丸みが残るようにしました。半円形のプレートのところは分からなかったですけど、はいとにかく分かる人には分かるんですけど、分かるのかな、これ分かりにくいと思うんだけど。半円形、ちょっと待ってください、半円形のプレート、半円形のプレートの鉄板がここに使われてる、そう、どうだここかな、ここがこうでこう後でこう削るのかな。簡単なんですか？簡単です。その実践多分いけると思う。こいつをこう切断して、ああ、円のプレスのものを半円にして、使用しているということですね。でこれ実際使ったやつとあれは違うんだけど、回数は違うんだけど、そこに使っこうしてこっちを切ってこのコーナーをこれがいるわけですね。回り込みがいるんで、はい。あ、確かに。でこれはまあパンチ&フレアっていう名前の機械なんだけど、本来こういうものを作るためのものじゃないけど、なんかまあでもこの辺が似てるなと思って。すみません、逆にパンチ&フレアは何に使う機械なんですかね、普段。通常はパンチング。パンチングに、はい。パンチングってまあ装飾なんですけど、はい。これわかるかな。ホットロ例えばホットロッドやなんかの、はい。ボンバーシートって言われてるものがあって、はい、ボンバーシート、はい、アルミニウムやなんかで、はい、シートを作る、その時に、無数に穴が開いてる、はいはい、それじゃ分かんない。そういう時に使うのがとかパンチ&フレアっていいですかね、これもホットロッドなんだけど、バイザーやなんかに、穴がポンポンポンって開いてる。はいはい。
で、単純に穴を抜くことだけだったらこれホルソンになるんですけど、はい周りにプレスもつけたいっはい。て思った時に、このパンチ&フレア、ついでにじゃあ工具パンチあれがフレア、はい。パンチはいホットホットはい。これがパンチフレアですね。で今やったのがこいつで、各サイズこれ全部コマです。穴の大きさってことでいいですね、はい。こいつを付け替えることでいろんな倍数が、あ、はい。でそうするとまあそいつで抜くとこういう状態が出来上がるっていうことですね。ルーバーボンネットみたいなイメージあ、近い。か。はい。ルーバーもこういう機材だから。はい、はい。なるほど、はい。わかりました。ね、さっき話に出てきたこれがスインカー&ストレッチャーですかね。そうですね。最近はもっと高性能なやつが出てて。あ、そうですか。こんなノスタルジックな機構のものにが進化してるんですか今。進化してるね。何が違うんですか。新しい。新しいのは、はい。もうすぐうちも導入すると思うんで。あ、そうですか。楽しみです。また紹介してもらって。はい。その時は紹介するけど、はい。ディープスロートになってくる。ああ、はい、はい、はい。もっと奥で。これって限界が25ミリってところなんだけど、つまり、パネルを作った時に、縁しか握れない。はい。それをなるべく奥まで、今6インチぐらいまではあるんで。でもそれって進化なんですか。すみません。まあでも進化なんですけど、こういうことですよね。多分こうちょっと奥行きがこれそうこういう奥行きがそういうこと。はい。あ、でも楽しみです。これまあ普通の人はシュリンカー欲しいとか思わないんで、関係ないんですけど、はい。奥まで握れる、はい。奥まで絞れる。はい、わかります。まあこれ多分板金屋さんあたりじゃないとその有効性を理解できないと思いますけど、ちょっとこう、動きが難しくない、端っこ以外のところを絞ったり伸ばしたりっていうのは、ちょっと想像しにくいですけど、はい。例えば、はい。バイクのフェインダーをはい。シートメタルから作ろうとした時に、はい。通常で考えると、フラットな鉄に多くの切断線を入れて、曲げながら結合するということなんですけど、それが自在に絞れると、はい。おそらく場合によってはボールぐらいサラダボールぐらいまでは作れるんじゃない。半球みたいなものが作れるんじゃないか。楽しみですね。そうですね。でその考え方は、イングリッシュウィルも一緒なんですけど、はい。イングリッシュウィルってこれはい、これですね。これもそうだし、パワーハンマーも一緒なんですけど、パワーハンマーですかね。ただそれらのものって全部伸ばす方向で考える。ああ、そう。それに対してシュリンカーは、シュリンカーの、シートメタルは縮めることで考えられる。縮めるの、鉄縮めるの難しいですもんね。で、仮に伸ばすと縮めるを自在にできるとしたら、シートメタル造形がすごく楽になるははい。なるほど。楽しみです。はい。
っていうかシューボックスの話だったんだけど、そうですね以上なんですけど、はいそうですね、割と個人的にはやっぱりこの辺のアングルかな。あ、そこのアングルですか。こそうですねのチョップトップの進化をちょっと距離が発揮するのは距離が足らないかもしれないですけど、はい、この後ろの、はい、このアングルですね。進化を発揮する、はい、いや、はい、尺もねだいぶ足りたんでありがとうございます。はい、こんなところね、はい、シューボックスのチョップトップ、あれ、もう一回でも完成がある、まだでも先ですかね、これ一回、まだこれで一回そのリラックスデラックス出すから、はい、そこからパテ張っていくので、あ、そうですね、はい、パテ作業が入って、パテ張ってガラスついて、さっきのモールを4つ作ってみようと思うんで、はい、それがクロームかかって組み付けられた時が完成だと。はい、わかりました。また完成が取れると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございました。はい。